F1 の舞台は常に進化しています。その進化に必要な要素の一つとしてサーキットがあります。今回の動画ではサーキットのアスファルトが敷き直された際、旧路面と新路面が F1 マシンの走りに与える影響について解説していきます。アスファルトの構造。アスファルトの主成分は大きく分けて3つあります。まず1つ目がアスファルト結合剤です。これは石油精製の過程で得られる黒い粘性物質で骨材をしっかりと結びつける役割を果たします。この結合剤があるおかげでアスファルトは柔軟性を持ちながらも強靭な性質を保つことができます。次に紹介するのが骨材と呼ばれる小石や砂、砕石です。骨材はアスファルトの構造を支える重要な役割を担っています。例えば大型車両の荷重を支えたり摩耗に耐えるために必要不可欠です。さらに骨材の種類や配合を調整することでアスファルトの耐久性や排水性が変わります。そして3つ目がフィラー、つまり充填剤です。微細な粒子で骨材の隙間を埋める役割を果たします。このフィラーによってアスファルトの密度が高まり路面の耐久性が一段と向上します。用途に応じてこれらの材料を絶妙なバランスで配合することで滑らかで強いアスファルト路面が出来上がります。例えば高速道路に使われる密流度アスファルト混合物や耐摩耗性の高い砕石マスチックアスファルト SME、 そして雨天時でも排水性に優れたポーラスアスファルトなど様々な種類があります。こうして作られたアスファルトは私たちの安全で快適な移動を支えるだけでなくサーキットでは最速のラップタイムを可能にする基盤ともなっています。サーキットのアスファルトの特徴。F1 が開催されるサーキットのアスファルトは一般道路のアスファルトとは全く異なる特性を持っています。その違いは F1 マシンが時速300キロを超える速度で走行する過酷な環境に耐えるために設計されている点にあります。まずサーキットのアスファルトには特別に選定された骨材が使用されています。まず骨材には非常に硬い素材が使用されます。例えば安山岩や玄武岩といった高硬度の石材が一般的です。これらの骨材はタイヤとの摩擦や激しい荷重にも耐えられるように設計されています。硬さだけでなく流度も均一に調整されておりアスファルトの表面が滑らかで均一になるよう仕上げられています。この設計によりタイヤがしっかりと路面をつかみ最大限のグリップ力を発揮することが可能になります。さらに骨材の表面には適度な粗さがあるのもポイントです。この粗さはレーシングタイヤが骨材に食い込むことでコーナリング時の安定性を高める効果があります。もちろん耐熱性にも優れており路面温度が60度を超えるような状況にも耐えることができます。これらの骨材はサーキットの特性や気候条件に合わせて最適なものが選ばれます。そして施工時には最新技術を駆使してアスファルト結合材と均一に混合され路面全体にムラなく敷設されます。これにより耐久性、グリップ力、そしてドライバーの信頼感を兼ね備えた路面が完成します。一般道路ではなかなか見ることのできないこの特別な骨材の設計と使用法、これが F1 グランプリが繰り広げられるサーキットの路面の秘密です。次にアスファルト結合材も一般道路とは異なる仕様です。サーキット用の結合材は急激な加減速や高い温度変化に耐えるように特別に調整されています。これにより路面が剥がれたり切り割れたりするリスクを最小限に抑えています。施工方法にも違いがあります。サーキットのアスファルトはミリ単位の精度で敷設され凹凸がないように仕上げられます。これにより F1 マシンが安定して走行できる環境が整います。また排水性にも配慮されており雨天時でもハイドロプレーニングのリスクを低減する設計が施されています。一方一般道路のアスファルトは耐久性やコスト効率を重視して設計されています。交通量や気象条件に対応するため耐摩耗性や騒音低減機能が求められることが多いです。しかし F1 が開催されるサーキットほどの精密さや特殊な性能は必要とされません。このように F1 が開催されるサーキットのアスファルトはレースの過酷な条件に対応するために特別な素材と技術が投入されているのです。これが一般道路とは異なるサーキットの路面の秘密です。劣化の過程。サーキットの路面はまるで長いレースを走り抜ける F1 マシンそのもののようです。時間とともに劣化する過程はサーキットの進化の歴史とも言えるでしょう。新しくアスファルトが敷かれた路面は完璧な状態です。滑らかで均一な仕上がりはタイヤに最大限のグリップ力を提供しドライバーが自信を持ってアタックできる理想的な環境です。
F1 グランプリが開催されるサーキットでは何度もレースが繰り返されるうちに路面は徐々に変化を見せ始めます。特に F1 マシンの高いグリップ力と激しい加減速がアスファルト表面に大きな負荷をかけます。この摩擦によりまず小さな傷が生じますが、この傷が繰り返しの走行や外的要因によってさらに広がり、微細なひび割れへと成長します。サーキットではこれが進むと路面の均一性が失われ、タイヤのグリップやドライバーの操作性に影響を与えることがあります。それでもまだ序の口です。雨や紫外線、気温の変化がこのひび割れをさらに拡大させていきます。特に雨水が路面に浸透すると下地が弱まり、舗装全体が徐々に耐久性を失っていきます。そして F1 マシンが猛スピードでサーキットを周回することで路面表面の滑らかな層がすり減り、荒い状態になります。この頃になるとグリップ力の低下が顕著になり、コーナリングやブレーキングでドライバーがより慎重な操作を強いられるようになります。細かな凹凸がサスペンションに微妙な負担をかけることで車体の安定性にわずかな影響を与えることがあります。これが進行する場合、ドライバーの操作性に影響を及ぼす可能性も考えられます。最終的にはひび割れが広がり、路面の一部が駆け落ちる状態にまで劣化します。雨天時には排水性が低下し、ハイドロプレーニングの危険性が高まります。このように劣化が進んだ路面ではレースそのものが危険となり、改修が必要となるのです。しかしこれはサーキットの終わりではありません。むしろ新たな進化の始まりです。最新技術を駆使して路面が敷き直されることでサーキットは再び新しい命を吹き込まれ、 F1 マシンがその限界に挑む舞台へと生まれ変わるのです。このアスファルトの劣化と再生のサイクルはサーキットの歴史と技術進化を物語る重要なプロセスです。旧路面の特徴。旧路面は長年にわたるレースや気候条件の影響を受け摩耗が進んでいます。車両が走行することでタイヤとの激しい摩耗でアスファルトの表面が徐々に削られていきます。この摩耗によって細かいひび割れや凹凸が発生し、路面の均一性が大幅に損なわれています。これによりタイヤと路面の接地面積が不均等になり、グリップ力が低下しました。グリップが不安定になるとドライバーはコーナリングやブレーキングで慎重な操作を強いられることが多くなります。さらに路面の凹凸がサスペンションに影響を与えることで車両の安定性や操作性がわずかに変化し、場合によってはレース中の挙動に予測しにくい要素を加えることがあります。またひび割れ部分に水が侵入し、雨天時には路面の排水性が低下してハイドロプレーニングのリスクを高める場合もありました。これらの課題はタイヤの摩耗を早めるだけでなく、ドライバーの負担を増やしレース全体の戦略にも影響を与えていました。新路面の特徴。最新の技術を駆使して敷き直された新路面は素材選びから施工技術まで細部にわたって改良されています。表面が極めて滑らかで均一に仕上がることでタイヤと路面の接触面が広がり、グリップ力が向上します。その結果車両はより速い速度でコーナリングできるようになり、ラップタイムの短縮に直接つながります。さらに新しい路面には耐久性の高い特殊なアスファルト材料が使用されており、長期間の使用に耐える仕様となっています。この進化によって摩耗が抑えられるだけでなく、温度変化や激しいレース条件にも強くなっています。そのため新路面は安定したパフォーマンスを維持しつつタイヤの消耗を抑える効果も期待できます。そして均一性が高まったことで路面排水性も向上し、雨天時にはハイドロプレーニングのリスクが低下。これによりドライバーは悪天候下でも自信を持って走行できる環境が整いました。加えて車両の振動が抑えられることでドライバーの負担軽減にもつながり、レース全体がよりスムーズかつ安全になる可能性があります。旧路面と新路面での F1 マシンの違い。では実際に F1 マシンがこれらの路面でどのように異なる動きを見せるのかを考察してみましょう。旧路面では長年の使用によって生じたひび割れや凹凸が影響し、タイヤと路面の接触が不均一になります。このためコーナー進入時にグリップ力が不足しやすく、ドライバーは慎重かつ繊細なステアリング操作を行う必要がありました。特に激しいブレーキング時にはタイヤの滑りが起きやすく、車両の挙動が予測しづらい状況が頻繁に発生します。またサスペンションの負担が増すことで車両全体の安定性が損なわれ、スムーズな走行が難しくなることも特徴です。一方新路面では最新技術によって敷き直された均一で滑らかなアスファルトがタイヤと路面の接触面積を最大化します。その結果コーナー進入時やブレーキング時のグリップ力が格段に向上し、ドライバーはより積極的なアプローチを取ることが可能になります。これにより
コーナリングの速度や精度が上がり、ラップタイムの向上につながるだけでなく、ドライバーの自信や攻撃的な走りが引き出されます。路面が均一で滑らかになることで、タイヤが均一に摩耗し、その進行が一定のペースで進むようになります。その結果、タイヤの消耗を事前に予測しやすくなり、ピットストップやレース戦略を立てる際に役立てることができます。そのため、ピットストップ戦略を立てやすくなり、チームがより効率的にレースを管理できるようになります。さらに新路面は振動が減少することでドライバーの体への負担が軽減され、長時間のレースにおける疲労軽減にも寄与します。これらの進化した環境はレースの質や安全性の向上に直接つながり、観戦する側にもさらなる感動をもたらす要因となります。まとめと展望。アスファルト敷き直しは単なるサーキットの改修ではなく、モータースポーツ全体の進化を象徴する重要な一歩です。この改修はドライバーがコースで最高のパフォーマンスを発揮するための環境を提供するだけでなく、チームが新たな戦略を立てる上でも欠かせない要素となっています。旧路面と新路面の比較を通じて、これまでの課題がいかに克服され、より安全で効率的なレースが可能になったかが明らかになりました。また、技術革新の進展は F1 の未来にも大きな可能性をもたらしています。新たな材料や施工技術はより耐久性の高い路面を生み出し、環境への配慮も進んでいます。この進化は単にラップタイムを縮めるだけでなく、競技者と観客によりエキサイティングで持続可能なレース体験を提供することにつながります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。